どうもベルです。今回はビアンカのラッキールーレットが来たので、このルーレット、そもそも引くべきか、そして普段のヒーローのラッキールーレットと比べて、どうなのかということについて、話していきつつ、最後にこのルーレット、引いていこうかなと思います。まず、こちら普段のラッキールーレットより、1回回すのに必要なジェムというものは減っています。ただ、その代わりに当たりである、ヒーローのかけらだったり、時短アイテムの量は減っています。じゃあこれ、実際に普段のヒーローのラッキールーレットと比べて、どうなのかという、ところなんですけども、結論から申し上げると、若干損です。ただ、ビアンカはもう超強力なヒーローなので、もう入手は絶対にすべきですし、課金して、このラッキールーレット回すんだったら、普段のラッキールーレットより若干効率がいいんですよ。そのため、50回回してみて、ビアンカのかけらが、合計10枚集まれば、そこで撤退。もしくは、段階報酬の、90回報酬か、100回ですね。そこまで回していくか、全部で全部引いていくのもいいと思うんですけども、あとは課金して、こちらのトークンを、購入していって、300回まで引いていくというのも、そうすると、すべての段階報酬受け取ることができるので、そちらも選択肢としては、ありなのかなと思います。一応今回、この動画を作るにあたって、普段のラッキールーレットの期待値と、このビアンカルーレットでの期待値を、実際に計算してみたんですけども、まず、普段のラッキールーレットでの期待値ですね。で、こちら引いた回数による段階報酬は、正直そこまで変わらないので、今回は考慮せずに、計算していったんですけども、まず、普段のラッキールーレットでは、こちらヒーローのかけらの10枚の確率が、2%。そして1枚の確率が 23%。そして、レジェンドの万能かけらの確率が 12% なので、100回引くと、期待値上では55枚のかけらを獲得していくことができます。そして、100回引くには8万4000ジェムが普通の方だと必要になるので、かけら1枚あたりの期待値は8万4000割る55で1527ジェムということになります。対して、このビアンカのルーレットを100回回すには、10回で5850ジェムなので、100回回すには58500ジェムですね。それ割る、100回回したときに、獲得できるかけらの期待値というのは、ビアンカのかけら10枚が 1.2%。で、かけら1枚が 12%。で、レジェンドのかけらが 10.4% なので、100回回すと、期待値上では 34.4 枚のかけらを獲得していくことができます。で、今回のビアンカルーレット、先ほどお伝えした通り、回すには58,500ジェム必要になりますので、58,500割る 34.4 で、かけら1枚あたりの期待値は1701ジェム必要ということになります。で、そうなると、1枚あたり170ジェムほど、普通のラッキールーレットより高くついてしまうので、普通のラッキールーレットの方がお得ということになると思うんですけども、あとはもう一つ、時短ですね。こちらについても、計算してみたんですけども、このラッキールーレットからの時短で重要なのって、万能時短と、研究時短と訓練時短のみなんですよ。建設って、もう建設カンストしたら正直全く使わなくて、全然この、加速なくても、全然プレイしていけば、建設はカンストするので。なので、今回は計算に入れていません。ちょっと細かい計算は、長くなってしまうので、省くんですけども、ビアンカルーレットを、
100回回した時に、獲得できる時短は403、100回回した時に獲得できる時短の期待値は、約430時間。これをもとに、1日分の時短を、入手するために必要なジェムの期待値というのは、3268ジェムになります。それに対して、普通のラッキールーレットを100回回した時の場合は、654時間の、時短を獲得できるので、これを1日分の時短を入手するための期待値に、直していくと、3083ジェムになるので、時短の面で見ても、普通のラッキールーレットの方がお得です。ただ、今回計算していったのは、あくまでジェムで回した時の話で、課金していって、トークンを使って回すのであれば、そこまで、変わらなくなります。普段のラッキールーレットの、15,000円の、パックの、課金パックには、80枚のチップが入ってますので、で、この80枚のチップを、ジェム換算していくと、チップ1枚で、ラッキールーレット1回。で、5回回すには、4200ジェム必要なので、チップ80枚で、67,200ジェム相当の、アイテムが入っていることになります。で、それに対し、今回の場合は、1回あたり、585ジェムなので、それに、15,000円の課金パックで入ってくる120をかけていくと、合計で7200ジェム相当になりますので、仮にどちらかをジェムで回していって、どちらかを課金で回すとするならば、トップ司令官と一緒に来る普段のラッキールーレットをジェムで回していただいて、今回のルーレットを課金で回していただくのが良いのかなと思います。あとは、今回ピックアップされてるビアンカってめちゃめちゃ強いんですよ。このゲーム、同じヒーローを使っても、その人の強さによって、活躍できる度合いっていうのは、どうしても違うんですよね。火力型のヒーローとかだと、もうそれがとても顕著で、例えば、同じチューンを、使ったとしても、強い人が使えば大量に殲滅できる反面、そこまで強くない人が使うと、攻撃力の関係で、どうしても強い人と比べると活躍度というものは劣ってしまうんですね。ただ、このビアンカは、基本強さ関係なく、誰が使っても同じくらいの働きをしてくれて、かつ、めちゃめちゃ強いです。このゲームの、サポート型のヒーローの中で、ダントツの強さを持ってますし、もう集団戦で大活躍間違いなしなんですよ。詳しい話は、次回の動画でさせていただこうと思ってるんですけども、彼女がいるだけで、味方のレイジ回転が、大幅に上がるとともに、攻撃と防御アップ。そしてシールド効果まで、付与していくことができるので、もうめちゃめちゃ強いです。私はこのビアンカ、このゲームの、ヒーローのティアリストを、作成させていただいたときに、最強ヒーローである、S ランクという評価をさせていただいたんですけども、彼女を育てない理由はない。それくらいのヒーローです。なので、彼女はもう間違いなく、入手していくべきですし、入手までは、無課金の方、課金税の方、もう関係なくしていただくのがいいのかなと思ってます。もうその後は、レジェンドのかけらで上げていくなり、今回のルーレットで上げていくなりですね。ただ本当に強いので、覚醒させると、さらに強くなることもありますので、覚醒させるのも非常におすすめなヒーローとなってます。では、私も最後に今回のラッキールーレット引いていこうと思うんですけども、とりあえず50回引いていって、ヒーロー解放できなければ100回引いていこうかなと思ってます。私は彼女、覚醒まで最終的にやろうと思ってるんですけども、それはレジェンドの万能かけらの方でやろうと思ってるので、
私は今、パーツ上げるために、ブラッディブランデーの方で、ジェム使ったり、あとは最近もう、移転アイテムの消耗が、ちょっとかなり激しくて、そっちをジェムで買っていくので、だいぶえぐい量のジェムが毎回飛んでってるので、ちょっと投稿者としては、本来全部回すべきだと思うんですけども、少し、留めておこうかなと思います。では、前置きめちゃめちゃ長くなっちゃったんですけども、回していきましょう。少し、回しながら、軽く雑談していければと思うんですけども、来週に、新しい歩兵ヒーローが、追加されるみたいなんですよね。性能はまだ出てないんですけども、歩兵はどうしても、駐屯専用になってきてて、野戦で使うんだったら、エリー・ロバートを、覚醒させるか、もしくは、アダットがいないと、どうしても、野戦で活躍させるのは結構きつかったりするんですけど、今回のヒーローが、火力高くて、野戦でバンバン活躍していけたり、あとは今、歩兵でラリーを打つっていうことは、ほぼないんですけど、てかゼロなんですけど、それができるようになるヒーローだと、面白いのかなと思ってます。で、あとは最近、良くも悪くも、課金イベだったり、ルーレットかなり、多いと思うんですけど、ラッキーロッタリーとかも、昔よりお得になってるのは、間違いなくて、今、新規でやる気のある方が、既存プレイヤーに追いつきやすくなってるっていうところでは、非常に、悪いことでは全然、ないのかなと思ってます。ゲームとして一番ダメなのって、もうプレイ歴が全てで、いくら強くなろうと頑張っても、もう、絶対に追いつけない。少なくとも1年ぐらいやっていかないと、全然楽しめないっていうのは、やる気のある新しい芽を潰すだけになっちゃうので、私はそういうゲーム始めたりしないんですけど、今って、一番大事な兵装をちゃんと揃えれば、T5 でも既存の T6 プレイヤーバンバン倒していけるので。ただ、極度なインフレをしてるわけではなくて、既存プレイヤーもある程度、納得いく形に収まってると思うので、そのあたりも含めて、結構ね、思うところがある方、多いと思うんですけども、悪くはないのかなというふうに思ってます。で、今回、とりあえず50回回したんですけど、あれちょっと、これでいったね、多分。これで50枚、ごめんなさい、50回の段階報酬と、20の報酬受け取って、あれ普通になんでジムで、いいや、何も考えてなかったから。とりあえず無料分1回だけ回しておくんですけど、ただおそらくもう一人のビクターが、ビクターも多分このルーレット系で来ると思うんで、このチップ、多分ビアンカがもう一回来るかもしんないですけど、今後多分使えなくなるっていうことは多分ないと思ってるので、温存しておいても良いのかなと思いますが、ちょっと責任は取れないので、各自自己判断で、お願いできればと思います。では、ビアンカ、解放していきましょう。よし、これでいけましたね。このビアンカの、詳細解説については、明日、投稿させていただこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。